こんにちは、トミーです。今パンデミックによって多くの人が家で過ごさざるを得ない状況になっているかと思います。こんな時だからこそおうち時間を快適に過ごせるように一度自分の家の中の環境を振り返り、そして整えてみてはいかがでしょうか。そこで今回は家を快適に整える3つの方法を解説していきたいと思います。1、断捨離。部屋が不要なものでごちゃごちゃしていると視界から入ってくる情報が多すぎて、それだけでストレスが溜まってしまうし、掃除の手間や労力がかかってしまいます。必要のないものは生活の負債です。手放しましょう。たまにコメントでミニマリストにしては物が多いと書かれるのですが、確かに日本で有名なミニマリストさんの部屋って物何もないですよね。これはこれで憧れるんですけど、ここに心地よく過ごせるかと言われると、僕の場合はそうではない気がしています。椅子や照明スタンド、飾っている絵や写真、紙の本はいずれも私にとって心豊かに過ごすためには必要なものです。大切なのは自分にとって必要か否かを見極めること、そしてなくても困らないものは手放してしまうことです。でもこの断捨離の作業ってなかなかはかどらないものですよね。今日は私が実践している簡単なコツを紹介していきたいと思います。まず今日はここだけと場所を限定して小さく始めます。一気に終わらせようと考えるとまとまった時間が必要になるため、つい先延ばしにしてしまいます。場所を限定することで着手のハードルを下げましょう。例えば今日は洗面台だけ、今日は食器棚の引き出しだけといった感じです。そして一度で終わらせない代わりに断捨離の日を作って習慣化してしまいます。私は毎週土曜日の朝を断捨離タイムにして持ち物をチェックするようにしています。実際にクローゼットの冬服をチェックして断捨離していきましょう。このパンツは色あせてきたので手放そうかと思います。衣装ケースの中の下着類もチェックしていきます。この冬用のパジャマも生地が傷んできて、多分来年は着ないと思うので手放します。この靴下も同様ですね。また1年着なかったコートも手放します。ありがとうを言ってお別れしました。また断捨離しているとどうしても判断を迷う場面があるかと思います。そういう時はまずなくして生活してみましょう。例えば水切りかごをなくして生活してみる。キッチンマットを敷くのをやめてみる。そうすると今まで当たり前のように使っていたものって意外となくても困らないのが分かってきます。それでもしやっぱりあった方がいいという結論になれば、また戻したり買い直せば良いです。2、掃除。気持ちが晴れないときは掃除するようにしています。何も考えず無心になれるし、綺麗になった分不思議と心がすっきりします。私がバイブルにしているのがこの3日で運が良くなる掃除力という本です。今日はこの本も参考にしながら私が実践している掃除方法を、エッセンスだけですけど紹介していきたいと思います。気持ちをすっきりさせたいときには普段やらないところまで徹底的に綺麗にしてみます。例えばトイレだと普段ブラシでは届かないような縁裏まで磨いたり、壁を拭き上げたりします。排水口はできるところまで分解し、手の届く範囲できれいにします。ちなみに排水口カバーは掃除の箇所が増えるだけなので外してしまって使っていません。窓ガラスは内側については水拭きした後に空拭きするとピカピカになります。外側は汚れがついているので、まずしっかりと水分が残っている状態のタオルで窓ガラスを拭いて汚れを落とします。その後スクイージーで水を切ります。最後に水が残っている部分を乾いたタオルで拭きます。これでピカピカになります。ちなみに私はそんなに掃除が好きなわけではないので、なるべく時短で済ませたいと思っています。そこでついでのプチ掃除を毎日の日課にしています。
朝はクイックルワイパーをかけたり、洗濯のついでに拭き掃除をしたり、夜はお風呂を使い終わった後にお風呂掃除、キッチンを使った後に食器の拭き上げに使った洗って使えるペーパータオルで拭き掃除をしたり、毎日やる代わりに1回あたりの掃除はほとんど数分で終わります。これは言い換えると、使ったらすぐ洗う、汚れはためない、持ち越さないということだと思います。理由はそっちの方が楽だからです。例えば食器洗いは食事が終わったらすぐやっつけてしまいます。時間が経てば経つほど汚れは落ちにくくなるし、先延ばしにすればするほどやんなきゃという気が重い時間が増えるだけです。どうせやんなきゃいけないんです。とっとと終わらせてしまいましょう。3、植物と暮らす。植物といってもたくさん種類や大きさがあるのですが、空間に余白があるのであれば、このくらい、150センチくらいのある程度のボリュームがあった方が見栄えがすると思います。うちではパキラを置いていますが、日がそんなに入らない室内でも育つし、特に手もかからないので初心者におすすめです。また鉢植えだと土を家の中に入れることになるので抵抗がある人もいるかと思いますが、そういう場合はフラワーベースに枝物を飾るのが良いと思います。私はよくこのフラワーベースにユーカリグニーを飾っています。みずみずしいグリーンが目の保養になるし、もともとハーブとして使われているだけあって、顔を近づけるといい香りがするのも気に入っているポイントです。2、3日に1回水を変えて切り戻しをしてあげると1ヶ月ぐらいは持ちます。延命剤を併用するとさらに持つようです。また春はミモザ、夏はドウダンツツジと季節ごとに植物を変えることで手軽に部屋の印象を変えることができます。ちなみに使っているこのフラワーベースはリユーズガラス、いわゆるリサイクルガラスのもので、ガラスの表面に揺らぎがあったり小さな気泡があったりするおかげで、夜照明が当たった時の光が綺麗で味わいのある素材感になっています。概要欄にリンクを貼っておくので、気になる方はチェックしてみてください。また枝物の購入先については、私は近くの花屋さんで買っています。またここで紹介したミモザやユーカリはドライフラワーにすることもおすすめです。ドライとの相性が良く、色合いが少しくすんだシャビーないい雰囲気に仕上がります。はい、いかがだったでしょうか。今回は家を快適に整える3つの方法を紹介しました。家で過ごす時間が増えたことによってストレスが溜まっている人も多いかと思いますが、そういう人にはぜひ今回のお話を思い出してもらって、いらないものを処分し、掃除をして、そして空いたスペースには植物を飾ってみると気持ちのいい空間になるかと思います。また暮らしやインテリア、ミニマリストに関する情報を発信していきたいと思いますので、よかったらフォローをお願いします。もし聞きたいこと等あればコメントにお願いします。それでは今日はここまで。終わり。